エミの日本語ラジオ。皆さんこんにちは、エミです。今日もエミの日本語ラジオをお聞きいただきどうもありがとうございます。4月の中旬になり、スペインのアンダルシアもようやく暖かくなってきました。皆さんが住んでいる街はどうでしょうか？暖かくなってきてお花が咲き始めると花粉症の季節。私も数年前から悩まされています。以前は人事だと思っていたんですが、ある日突然症状が出るようになりました。花粉症の方は大変ですが気をつけてくださいね。さて、少し前にコメント欄で褒められた時、日本語でどう返事したらいいですか？という質問をもらいました。今日はそれについてお話ししようと思います。綺麗ですね。かっこいいですね。歌が上手ですね。日本語がペラペラですね。などなど、いろいろ褒められることがあると思いますが、皆さんは母国語なら何と返しますか？これはその国の文化も大きく関わってくるので、これが正解というのがなくて少し難しいですよね。知っている人も多いと思いますが、日本には謙遜という文化があるので、素直にありがとうと言える人が他の国より少ないかもしれません。謙遜とはへりくだること、つまり自分を低く見せて他の人を敬うこと。低く見せるために控えめな態度をとったり、自分を控えめに表現します。典型的なのは、いえいえってちょっと恥ずかしそうに言っているのを聞いたことがある人もいるんじゃないでしょうか。例えば、その服かわいいですねと褒められたとき、素直にありがとう、そうでしょとは言わず、いえいえ、でも安かったんですなどと返したりします。これはたとえ本当に気に入っていて、自分でも可愛いと思っていても、可愛いでも安いんですとマイナス面を言うことによって自分を低く見せているんです。心の中ではそうでしょ、可愛いでしょと思っていても、礼儀として謙遜して安いのでいい服じゃないんですと付け加えます。外国の人にとっては理解しづらいですよね、きっと。他にも英語上手ですねと言われたら、いえいえ、まだまだですとか、語学に関しては日本人は完璧主義なところがあって、 100% に近い自信がなければなかなかできると言わない傾向にあるので、ちょっと別のテーマにもなるんですけどね。ただ本当にペラペラな人でも、はいそうなんですとは言わず、子供の頃アメリカに住んでいたので普通ですとか、いえいえ大したことないですっていうことが多いかなと思います。礼儀としての謙遜表現もいろいろあって、例えばお土産やプレゼントを渡すときに言うつまらないものですがというフレーズ、聞いたことがありますか？これはあなたのような素晴らしい人にとってつまらないものに見えてしまいますがという意味で、つまらないものだからあげますという意味ではありません。自分が選んだプレゼントやお土産を低く見せて、相手が立派な人だということを表しています。また友達や知り合いの家に行って、粗茶ですがと言ってお茶を出されることがあります。粗茶というのは粗末なお茶、つまり安くて特に美味しくもないお茶という意味です。お客さんにお茶を出すときに、安くて美味しくないお茶ですどうぞなんて普通は失礼だと思いますよね。でも違うんです。たとえ高級ですごく美味しいお茶であってもこう言います。もしすごく高くていいお茶なんですと言うと、相手がそんな高いお茶を買えるくらいあなたはすごいのかと思うので、自分を低く見せるために安くて美味しくないお茶というのが礼儀なんです。ザ・日本文化って感じですよね。ただ最近は時代も変わってきているので、少しずつこのような謙遜表現を使わなくなってきたのも事実です。褒められた時も同じ、素直にありがとうございます
とお礼を言うのがいいというふうになってきています。いろんな人がいるので難しいんですが、私がおすすめするのはそうですね。まずありがとうございますと言って、そして嬉しいですとか頑張りますとか自分の気持ちを素直に伝えて、〇〇さんもと相手のことについても何かを褒めてみる。そういうのがいいんじゃないかなと思います。例えば日本語が上手ですねと言われたら、そうですか？嬉しいです。ありがとうございます。まだまだですが頑張りますとか、そしてその服かわいいですねと褒められたら、ありがとうございます。ちょっと派手かなと思ってたんですがよかった。嬉しいですと素直な気持ちを伝えたり、ありがとうございます。嬉しいです。〇〇さんのワンピースも素敵ですよねと相手のことも気遣ったりする。もちろんそう思っていなければ嘘をつく必要はありません。でも褒めてもらうだけではなく、何か相手のいいところを見つけて付け加えるといいと思います。こういう日本の文化は特に外国人の皆さんにとってはとても難しいと思います。ダイレクトに物を言う文化の国の人には、ちょっと嘘つきとか偽善者とかって思う人もいるかもしれませんね。でもそうではなく、日本では礼儀なんですよね。敬語も含めて日本人の私たちでも混乱することが多いので、心配しないでゆっくり学んでいってくださいね。今日は褒められた時の返事の仕方についてお話ししました。今日も最後まで聞いていただきどうもありがとうございました。それではまた次回のポッドキャストをお楽しみに。さよなら、バイバイ。